こんにちは、ほのかです。今日は海外留学だったり、ワーホリに行くか悩んでるっていう人たちに向けて、私がそのカナダに留学に来たんですけど、その決断した理由、社会人を3年半してから、留学に来てるんですけど、私がそのリスクを取ってまでなぜ、海外に来たのかっていうその決断した理由を、理由だったり経緯っていうのを、今日この動画で、お話ししたいと思います。そうですね、本題になる前に、私がなんでこの動画撮ろうかって思ってたかっていうと、私はこの動画を撮ろうと思ってて、ずっと。というのも、私ももちろんその即決したわけじゃなくて悩んでた時期があるので、そういう意味で、こういう動画を撮ってその悩んでる人たちの私個人の意見ですけど、参考というか、そういう方もいるんだなっていう風にして動画を見てもらえばいいなと思って、私も来る前に見てたりしてたので、あくまで一例で、今回、私の経験だったりっていうのを、お話ししようかなって思いました。で、私が、決断した理由っていうのは結構こう流れがありまして、短期の留学っていうのを、オーストラリアの方に行ってて、で2回メルボルンと、アデレードでトータル2回1ヶ月ぐらいなんですけど短期で行ってて、でそこで、海外に興味を持ち始めたんですよね。なんか結構好奇心が、大きいので、いろんなことに対して。なのでまずはやってみたいって気持ちがいろいろ強くて、でその高校生の時と大学生の時1回ずつ、オーストラリアに行って、でそれはでもその時にすごい英語をペラペラ話せるわけではなかったので、すごいもどかしい思いをしたなと思って、例えば自分によくしてもらったりしたことがあるんですよ。ホームステイとかだったりで、そういう人たちに対してコミュニケーションがうまく、取れないし、自分の思ってることがやっぱり 100% 伝わるわけじゃないので、なんかそういう気持ちを、表現できないのがすごいもどかしいなって思ってたんですよ。で、なんか、ひとまず英語が喋れたらいいよねっていうのは、その時に、こう、ふわーっとですけど、感じてて、いつかまた海外に、長期で行ってみたいなっていうのをふわーっと考えてたんですよね。で、普通に高校卒業して大学生になって、大学卒業して、でもちろんその大学休学して行ってる友達とかもいたんですよ、海外に。でも私はその時にまだその強い絶対行きたいみたいな気持ちがまだ芽生えてなくって、ゼロではなかったんですけど、休学っていうのをしてまで海外に行きたいっていうほど強い思いはその時になくって、で、私は普通に政治経済学部だったので、経済の学部で、なんていうんですかね、英語、英会話の授業とか取ったりしたことありますけど、その英文化とかそういうところにいたわけでもなかったので、周りの友達も別にそういうめちゃめちゃ海外に、興味持ってるっていう子もそんなにいなかったですし、もうそれで普通に大学を卒業して、でもやっぱりその英語っていうのにも興味あったので、その英語を使ってお仕事ができるっていう意味で私は商社を選んだんですよね。で商社の一般職になったんですけど、でそこからそこで、転機が訪れまして、まず私は韓国のお客さんを担当したんですよ、海外のクライアント。その奇跡的に国内と、海外のクライアントが、海外の部署、貿易の部署があったんですけど、なぜかわからないですけど、私が貿易の部署に行ったんですよ。で、別にその希望の時も、この海外、その貿易の部署に行きたいっていうのも伝えてなくって、特に。なんか、そういう子もいたんですね。やっぱ貿易の部署に行きたいっていう子もいて、そういう子はだから、希望、人事との面談の時に話してたりとかもしてたんですけど、私の場合はそういうのもなくって、ただもう自分が配属されたところで、お仕事しようって思ってたんですよ。で、奇跡的に、その貿易の部署だったんですよ。で、貿易の部署なんだと思って、で、その後に韓国のお客さんだったんですね。海外のクライアントが。なので、英語をそんなに使わなかったんですよ。なので、海外のクライアントなんですけど、海外のクライアントも商社を通してるので、その結局商社の人とやり取りするっていうので、あんまりたまに韓国語とかは見るんですけど、英語は本当に見てなくって、やっぱ貿易の部署としても英語だけじゃなくて、アジアの海外のクライアントだったりっていうのもいますし、なのでその時は普通に貿易だけど、そういうの韓国のお客さんだったので、あんまり英語っていうのに触れてなかったんですよ。で、その後に、2年目の初めに、まさかの部署移動になりまして、バチバチの英語を使う部署に行ったんですね。マレーシア、シンガポール、タイ、とか、
アメリカもちょっとあったんですけど、そういう海外のクライアントとお仕事をすることになって、バチバチに英語を使わなきゃいけないってことになって、でそれでなんかもう読むのにも時間かかるし、メール作成するのも時間かかるから、なんかめちゃめちゃ効率が悪いというか、私は結構早く仕事を終わらせて定時で、帰りたいタイプなんですけど、なんか効率も悪いし、なんか英語の勉強しようと思ったんですよね、その時に。で、担当の営業の人も英語ペラペラの人も多かったんですよ。やっぱ貿易で商社で働いてる人は。なので、もちろん電話もメールも英語でかかってくることが多くて、そこの部署は。そうで、もう本当になんか電話出るのも嫌だったですし、そうなんかもともと英語で興味はあったんですけど、そんな勉強はしてなくって、もう本当最低限ですよね。で、なのでその営業の人とかペラペラなので、もちろんなんか、相談したら、どういう感じで返すかっていうのは、メール返信したりするのかっていうのを教えてくれると思うんですけど、やっぱなんか社会人2年目ですし、なんかそこまで丁寧に、教えてもらえてなくって、なので、とりあえず英語を喋れるようになった方がいろいろいいなと思って、自分のためにもいいし、自分の人生的にも、その会社で英語ができなくて、そのメール作成に時間がかかるんだったら、自分ができるようになった方が早いなと思って、それって今後にも生きていくことだしっていうので、なんかそこで謎の行動力を見せて、英会話に行くことになったんですよ。週に1回ぐらい。本当に気持ちですよね。でも、まずは第一歩っていうので、そう、なんか英語の勉強をしようと思って、やっぱり喋れた方がいいので、なんかお仕事にもつながるし、自分のためにもなるし、話せて損になることないと思うので、それで英語を勉強したんですよ。改めてまた。で、そっからコロナになったんですよね。で、コロナになって、で、相変わらずその部署で働いてて、で、また部署移動するっていうことになったんですね。今度は会計系の部署の方に部署移動するっていうことになって、で、その時にコロナっていうのもあって、すごい在宅だったんですよ。だから月に2回ぐらいしか会社に行ってなくて、で、やっぱり自分の人生を振り返るタイミングだったんですね、そのコロナっていうのが。なんかすごい、そのレストランとかも、東京に住んでたので、レストランとかもすごい規制が厳しくて、で、友達とも会う機会も減り、で、すごい空白の時間っていうのがすごい増えたんですよね。で、そこで YouTube 見るようになったりとか、あんまりそこまで見てなかったんですけど、なんか突然私のこの、なんか生きて過ごしていくうちの、その、ルーティン的なのが変わってって、その商社に入って1、2年目とかって結構飲み会とかが多いんですけど、3年目で落ち着いてきたっていうのもあるし、で、コロナにもなったので、その飲み会もなくなって、で、そこでまた空白の時間が生まれて、で、在宅だから、その行き帰りの通学の時間もなくなる、通勤の時間もなくなるわけじゃないですか。で、なんか、で、英会話もそう、なんかコロナで、オンラインに切り替わるみたいになったんですよね、そのタイミングで確か。なので、オンラインの英会話に切り替えたんですよ。で、そういう生活をしてて、飲み会とかも減って、友達と会う機会も減って、で、すごい自分の人生を見つめ直すきっかけだったんですね。きっかけ見つめ直す期間だったんですよ、そこが。で、見つめ直して、結局自分がどうしたいのかっていう。もうそれが、2年前なのでちょっともう記憶が定かじゃなくなってきてるんですけど、そうっていうのがあって、で、でも結構どんどん強くなったんですよね。その海外に行きたいっていう気持ちが、いつか長期的に住みたいっていう、住んだり仕事したいっていう気持ちがふわっとあったものが、その海外のクライアントでお仕事することになって、なんか実際に、人生のうちに、その海外で働くっていうことをいつかしたいなって思う気持ちがどんどん強くなっていって、海外のクライアントと仕事したので余計そういうのを感じて、で、英語も勉強してるしっていうので、で、もう、それで、部署異動になったんですよ。3年目の時に。で、そこで会計の部署になったので、完全に英語が使わなくなったんですよね。その、会社の内部の管理をする部署になったので、っていうタイミングで、なんか、新しいことを覚えるわけじゃないですか。また、ね、部署移動したらもちろん。そうなった時に、会計の知識っていうか、その、会社のシステム的なことを一から学ぶか、自分が、人生のうちでしたかった海外に住んで仕事をするっていうことをするかっていうので、それがこう最後の決め手になったみたいな形っていうのもあるんですよね。それで、でもやっぱりいつか行くんだったら今行った方がいいなって思ったんですよね。そうだからいろんなことが重なって、
留学に行くっていうことになったんですよね。でもう行こうかなって思って調べてて、私はなんだろうな、ワーホリもあるじゃないですか。でもワーホリじゃなくて私はコープっていうのを選んだんですけど、やっぱりそのインターンができるっていうか、海外でお仕事をするっていうのが結構私の行きたかった目的だったので、行くのを決めたっていう形ですね。で結局そのカナダ調べていくうちにコープっていうのがあるのを知って、インターンもできるんだ、これだったらワーホリって言ってそのビザ取ってあっちで探すっていうよりかは、学校側のサポートもありつつ、お仕事を、現地でできるのかなっていう、コープのそのリアルっていうのも動画撮ってるんですけど、そこでギャップもあったりしたんですけど、それで結局コープビザっていいなっていうので、海外に行くことを決心しました。で、この動画で何を一番伝えたいかっていうと、なんか私もすごくリスクを負うわけじゃないですか。会社をまず辞めなきゃいけないっていうリスクってめちゃめちゃでかいと思うんですよ。やっぱ日本に住んでたらそれは大きなリスクだと思いますし、やっぱリスクを取ってまで海外に行く理由っていうのがあるのかどうかっていうのを考えたんですね。もう私親にも反対されてたので、もう自分で行くっていう風に決めたんですけど、その決めるにあたって、いろんなことが頭の中で浮かんでくるじゃないですか。やっぱ海外でお仕事できなかったらどうしようとか、実際にうまくいくんだろうかみたいなとか、もいろんなリスクだったり、想定内想定外のこともいろいろ考えると思うんですけど、なんかそれってループだと思うので、行きたい、いや行かない方がいいかなとかでループだと思うので、もう行きたいっていう気持ちがあるんだったら、その気持ちを押し殺さない方がいいのかなっていうので、私は、行った方がいいと思いますっていう回答になるんですけど、でもそれはなんか私そういう動画見てて、やっぱ行った方がいいみたいな動画もたくさん見てきたんですよ。で、なんだろうな、だからといって自分が行くっていうのはどうなんだろう、それでもどうなんだろうって考えたりすることがあって、なのでそのリスクをやっぱり取ってまで行こうって思えなかったら行かない方がいいですよね。結局もう自分が行きたいって思ったら、それもう遅かれ早かれいつか行くっていう気持ちが消えないじゃないですか。だったらもう行っちゃった方がいいのかなっていうのはありますよね。もうその不安だったりリスクだったりっていうのはもう自分の行動次第で、いいようにもなるし悪いようにもなると思うので、その選択をして自分がどういうふうにそれを成功の道に導いていくのかって全部自分次第だと思うので、なんかその自信がないっていう風になるんだったら行かない方がいいと思うんですけど、なんか一度やりたいとか行きたいとか、そういう自分が心が、気持ちが動いたのに、それを押し殺して何十年結局行かないっていう風になるのってどうなんだろうって思うんですよね。なんか後悔しないかなって思うし、私は選択があった時にやっぱ後悔するような生き方だったりとか人生の過ごし方っていうのはしたくないなって思ってるので、もう自分が行きたいとかやりたいって思ったことはできるだけ自分の気持ちに正直になって押し殺すと苦しくなるじゃないですか。なので行くようにというか、自分の気持ちに向き合ってもう行きたいって思うんだったら、やっぱり行動は早い方がいいなって思うので、やっぱりワーホリだったりで30歳っていうね、年齢の制限っていうのもあるし、コープビザも30歳以上過ぎてもいけるんですけど、やっぱり先の選択肢っていうのが、例えば永住権狙うってなったら若い方が得点が高いとか、そういう風になっていくので、やっぱり選択肢が狭まる前に早く行動した方がいいなって思うので、その目的にもよると思うんですけど、なんで行きたいかっていう、なんで行きたいかっていう理由がなくてももういいよねっていうお話もありますし、絶対目的があった方がいいみたいな話とかってよく耳にするんですけど、でもある程度の目的っていうのは自分の中で決めといた方がいいかなっていうふうに思います。というのも理由が、やっぱりその留学生活で長期でなるっていうことは、もちろんそんな楽しいことだけじゃなくて辛いことだったりっていうのがあると思うんですけど、そこの時に立ち返る何かがないと頑張れないと思うんですよね。なんで海外来たんだろうとか、海外に行って大変なことって多分たくさんあると思うんですよ。職も違うし、もちろん言語の問題もあるし、もちろん日本人だから日本で住んでた方が住みやすいじゃないですか。なのでそんな大変な思いしてまで行く理由っていうのってやっぱりその人それぞれにあると思うんですよね。
それはみんな同じではないし、その自分が生きてきたその経験だったり、なんで生きたいかっていうのにもよると思うんですけど、ある程度その細かく絶対これをやるっていうこうリストみたいのは、なくてもいいと思うんですけど、あった方がいいと思うんですけど、なのでざっくりとそういうなんで生きたいのかっていう目的っていうのはあった方がやっぱ頑張れるかなっていうふうに思います。やっぱりこうブレちゃうので、なんか勢いで行ってなんで来たんだろうってなるのって、なんかそれってもったいないなって思うので、やっぱりなんで行きたいのか、そういうふうにリスクもあるよねっていうことも考えながら、それは自分で見つけていくものだと思ってるので、そういうのを天秤にかけて、どういうふうにしたいのか。もうでもあんまりその考えるのってどうなのかなと思う。私はもう行きたいと思ったらすぐ行動しちゃうタイプなんですけど、その考える時間が何になるのかって思っちゃうので、私は。なので行くなら早い方がいいですし、年齢の制限もあるので、なのでそういうね、そのやっぱ挑戦だったり一歩踏み出すのってめちゃくちゃ怖いことだと思うんですけど、やっぱりその行ってみたら、やっぱその分の、経験だったりっていうのができると思うので、こう自分の気持ちに正直になって、選択っていうのを決めるのがいいと思います。はい。今日はこんな感じで動画撮りましたけど、チャンネル登録、コメント、いいね、ぜひよろしくお願いします。